のちょっと違うだけで一気におしゃれになる感じ。皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、こんな感じのメイクアップをしてみました。久しぶりにアイメイクもしっかりめだし、リップも濃いめだし、チークもしっかりめだし、結構モリモリ抜け感部分を減らしたしっかり私好みメイクとなっております。2月、3月、4月とお気に入りご紹介できてなかったので、約3ヶ月分のもうめっちゃ使ってたっていう超お気に入り、考え抜いたお気に入りたちが使われているので、ある意味結構こうすごいお気に入りですはい、ということでどうぞ。パッと手に取りやすくて使ってたのはこれかなと思って持ってきました。じゃん。アディクションのスキンケア UV タッチアップクッション102番。これ限定で今発売されてるカラーなんですが、イエローカラーですね。結構ね、どぎついイエローに見えると思うんですけど、実際使うとすごく使いやすいカラーになってます。これね、イエローなんですけど、割とイエローカラーって日本人に馴染むカラーで、お肌の補正も綺麗にしてくれるし、赤ら顔さんとかいいと思います。私も首は結構黄色みが目立つかなと思うんですけど、顔はちょっとこうスキンケアとか頑張ってるから、多分首よりもターンオーバーも早いし、皮膚が薄いのか結構赤いんですよね。なので違いとかを下地で整えるような感覚で使います。スキンケア成分もすごい入っていて、お肌にも優しいし、お肌を補正してくれる効果もあって、でもなんか結構みずみずしいので、なんかベタつかなくてスキンケアとかとの相性もいいです。そして何を隠そう、 SPF45 プラス PA3 プラスで結構紫外線カット効果も高いので、メイク直しにすごい薄付きなので、なんかこうがっつりメイクしてる上からまたファンデーションをのせるっていう、クッションファンデでまたこう補正するっていう風になるとちょっと重たいかなって感じる時もあると思うんですけど、ファンデーションの重みほどではないから気軽に直せていいよねみたいな感じです。これ本当におすすめで、私はイエローが自分の肌の色にぴったりだったんですけど、別にホワイトカラーとか結構ね、四季折々で限定色も発売されてて、このイエロー限定だから気に入ったので、私はちょっと買いだめした方がいいなと思ってるんですけど、こんな感じで多分いろんな時期でね出るので、好きな色を見つけるのもありなんではないかしらと思います。なんかお肌のねフィット感が本当にいいんだよね。ちょっとこう整う感じありますよね。補正力も若干あります。じゃあこっちも塗ります。旅行の時とかにも持って行ったし、お直しの時にも使えるし、朝も使えるので、結構これの出番がここ数ヶ月多かった気がします。カバー力も高いかなって思ってます、私の中では。じゃん。次はまたなんですが、アディクションのスキンリフレクトカラーコレクターです。これもこの3ヶ月間結構私のメイクでは必要不可欠だったアイテムかなと思ったので、ちょっとアディクション続きで申し訳ないんですが、マジで良かったです。グリーンとかブルーとかホワイトとか、本当に、あとオレンジもあったかな、いろんなカラーが発売されていて、最近流行ってるさ、場所ごとにいろいろこう使い分けて立体感を出すっていうようなアイテムになってます。はい、私的には赤みが気になるときはグリーンを使うし、透明感アップさせたいときはブルーを使うし、シンプルにこう凹凸感をちゃんと演出したいときはやっぱりホワイトが有効だなって思います。ピンクとかイエローもたまにこう補正、コンシーラー的な感覚で気軽に血色感を出しつつ補正したいところはピンクで、コンシーラーの役割でイエローを使ってみたいな感じでいろいろ使い分けています。まず赤みですね。赤みが気になるところらへんをこんな感じでグリーンをのせて、次白く見せたいところをホワイト、白く見せたいというか高く見せたいというか、こんな感じででちょっとくすみを飛ばしたいところはイエローでコンシーラーゾーンですね、のせてあげるといいと思います。はい、そしたら伸ばしていきます。
これを使う前はジバンシーのブルーのスティックを使うことが多かったんですけど、こっちの方が結構細くてピンポイントにのせやすいのと、あと使い切りやすいから、やっぱジバンシーってでかいんですよね。でかくて、なおかつ使用期限が半年なので、ほぼほぼ使い切れなくて、なんか結構値段もするからさ、もったいないなって思うので、その値段とか使い切りやすさを考えると、こっちの方が私はおすすめしたいかな。結構こっちはちょっとこうソフトマットな感じに仕上がるので、あっちの方がより潤い感はある感じがする。はい、好みの問題ですね。どっちもいいんですけど、冬に透明感出したい時はジバンシーで、春夏はアディクションでもいいかな。なんかそんな感覚。どっちも別に乾燥するとかすごいよれるとかは思ってないんですけど、こんな感じで補正をして、次がファンデーションが2つというかいっぱいお気に入りがあるんですけど、特に使っていたのが2つで、ちょっとまずね、もうさすぐ蓋なくすのやめてほしいんですけど、シュエムラから新しく発売されたアニメテッドラスティングフルイドの574番574、私は使ってるんですけど、これもねすごい良かったんだよね。カバー力はそのままで、より崩れにくく、そして保湿力がアップしたやつです。なんか崩れにくいのに乾燥も気にならないっていうところが売りで、24時間崩れないっていうアイテムなんですけど、椿オイルがプラスで配合されたらしくて、日本産のなので、なんかよりね保湿力もアップしたそうです。で、あと旅行中とかでも使ってたし、結構何回も大量レビューでも出てきたと思うんですけど、このゲランのテラコッタフルイドグローもすごく良かったです。香りもいいし、健康的な美っていう感じで気に入って使ってました。ただ最近はまた暖かくなってきて、テカりやすくなってきたので、シューの方を今日は使っていこうかなと思います。はい。じゃあつけてきます。いや、本当にこれ軽いつけ心地で、つけてることをね忘れちゃうぐらい本当に軽いです。で、もう土台の段階で結構お肌を整えているので、広い面に薄く半プッシュを顔全体に使う気持ちでのせていってあげてます。なるべく崩したくないので薄くで、ちょっと鼻の上もちょんちょんちょん。立体感、結構お肌めっちゃいい感じじゃない？やっぱ綺麗。なんかマットなんですけど、マットファンデって言ってるけど、意外と自然のツヤも忘れてないので、すごい好きです。はい、こんな感じで。足りなかったらまたそっからちょっとずつ足すみたいな感じがすごいいいかも。パウダーは本当にね、質感、なりたい質感によって使い分けてたんですが、まず透明感、ツヤ感を大切にしたいときはこちらのNARS のライトリフレクティングプリズマティックパウダーですね。やっぱりこれはしっかりサラサラにしてくれて、透明感をアップさせてくれるようなパウダーになってて、今限定で発売されてるんですが、超おすすめです。で、特にこのグロー、フレイドグローとか使った時はちょっとこれ気持ちトーンダウンする感じのテラコッタファンデなので、この子と合わせることで絶妙にこう暗くなりすぎず明るすぎずみたいな感じに仕上がってくれるし、綺麗なツヤもねそのまま割と比較的残してくれたりするので、気に入ってこの組み合わせが多かったんですけど、シュエムラはマットファンデっていうことで、マットファンデと合わせるときは結構これ気に入ってました。オールアワーズハイパールースパウダーで3色出てるんですが、私は結構ホワイトカラー、ベーシックな白いカラーをよく使ってました。結構マット寄りなので、ツヤ系に仕上げたい時は全然違うんですけど、フラットになんかお人形さんのお肌のような感じで毛穴が消えるみたいな、消しゴムパウダーみたいな感じです。マットファンデが好きな人とかはいいかなと思います。ブラー効果が備わっているので、毛穴の凹凸感とかをね消してくれたりとか、あとはナイアシンアミドとかね、そういう保湿成分も配合されててお肌にも優しいです。
結構イヴ・サンローランとかハイブランドのコスメってお肌にちょっとこうきつそうなイメージが勝手に昔はねあったんですけど、本当にね最近こうそれこそこのゲランもそうだと思うんですけど、すごくナチュラル処方というかオーガニック処方というか、これは別にナチュラル処方ではないんですけど、でもちゃんとなんかレモンの皮のエキスとかヒアルロン酸とかナイアシンアミドとかしっかりとね保湿成分とかお肌に嬉しい成分が入っているので素晴らしいなと思います。はい。パッケージも可愛いしね、何を隠そうはい。なのででもでかいから持ち運びには不向きなんですけど、お家でメイクするときにいいかなと思います。はい。結構いいですよね、この状態でもうすでに。したら次眉毛やります。眉毛は 99% イプサかシュウエムラでした。ここ 1,2 ヶ月はずっと。で、イプサは、限定で発売されてるカラーもすごくお気に入りなんですが、定番だったら、このピンクとオレンジが入ってるようなカラーがいいかなと思います。シュエムラのブローシェーダーももうね、本当に大好きです。グラデーションになってるので、シェーディングみたいな感じで、こう、ノーズシャドウとか明るい方でねいろいろできるし、暗い方で調節したりとかで、無駄な色が何も入ってないので、無駄な色とか言うとイプサ無駄な色入ってるんですかって感じの話になってくるんですけどでもイプサはイプサでねこういろいろこう作れるので楽しいと思うんですけど、しっかりと必要な色だけ大幅に大きい幅で入ってるっていうところですごく使いやすいんじゃないかなと思うし、テクニックがある方はイプサもすごく楽しめると思うんですけど、テクニックレスでとにかくグラデーションでこう必要な色を使いたいっていう方はすごくこのシュエムラがおすすめです。でブラシに関してはどっちも本当にすごく使いやすいブラシが入ってくれてるんですが、今日はシュエムラで描いていきます。シュエムラのブラシがどっちもね好きなんですけど、特にシュエムラのブラシが私はほらペンで描いたっていうぐらいシュッて描けんの。ちょっと5月はもっとみんなとおしゃべりしたり、インスタライブも久しぶりにやりたいなと思ってるし、ちょっとなんかこうもっとさみんなと喋ったりさ、距離を近づけたいなってすごく思ってます。近づけたいっていうか近いんですけど、本来はねもっと親しみやすいんですよなんだけどちょっとこうさコンスタントに YouTube が上げられなかったりとか、やっぱこうねどうしても YouTube だとしてももっとなんか親しみやすいのにちょっと距離ができてる時もあるよなっていうことで、インスタライブとかもやりたいなって思ってるし、もっとみんなとね仲良くなりたいなっていう気持ちです。それにさ、なんか最近なんか4月こう新しい環境で頑張るぞみたいなさ、新しい環境じゃなかったとしてもやっぱり4月ってこうよし気合い入れるぞみたいな、ちょっとこうスタートの年だと思うので、月だと思うので、結構こう体に力が入るというかね、そういう感じになる人の方が多いんじゃないかなって思ってて、私も結構毎年そうなんですけど、でもなんかそれと同時にちょっとこうふと周りを見渡したりとか、疲れたなと思ってこう息抜きしたい時にこう一気にこれで合ってるかなとか、寂しさというか喪失感というか何なんでしょうね、このもっともっとそんなこと気にならないぐらいなんか努力したりがむしゃらに頑張ってる人たちとかもいるかもしれないんですけど、人と比べてもしょうがないっていう観点では私も頑張ってるからいいかって思いたいなと思いつつ、なんかついねふと我に返った時になんか今日寂しいかもみたいな気持ちになったりするんですよね、私も人間なのででそういう時になんかついついさ友達に LINE したり、あと飲みに行ったりね、一人でも全然常連の飲み屋さんとか飲みに行くタイプなんですけど、飲みに行ったりとかそういう感じの時間の使い方をしてたんですよ今まで。でもせっかくこういう SNS やっててさ、みんなとつながってるし、でみんなもきっと私が寂しいってことはみんなも寂しいんじゃないかなと思ってそれは冗談なんですけど、でもね
なんかそういう私もみんなのエネルギーとか力になれてたら嬉しいなと思って活動してるんですけど、私自身みんなにもすごく支えられてるんですよ。ありがとうございます。私が今ここにいるのはみんなのおかげだし、みんなが思ってくれてるからこそ私もまた頑張ろうって思えるっていう、この思い合いの橋が渡ってると思ってて、なのでなんかせっかく私はそうやってね思っているのに、なんかあんまりそれを行動として示せてなかったなと思って、だからちょっとなんかもうちょっと距離がね近づくような、コンテンツだったり、なんか機械ライブ配信とかもそうだし、いろいろできたらなって思ってます。したらアイブロウは断然これです。ピメルから発売された嘘つきマスカラ。これは薄すぎず濃すぎずちょうどよくて、本当にちょっといきますよ。色を整えながらなんかおしゃれな感じの毛流れにしてくれます。なんかほら整うでしょ、いい感じに整うんですよね。いいですね。これも繊維が入ってたりとかしてすごく使いやすいので、ぜひ試してみてください。したらもうずっとお気に入りなんですが、こちら、ジュディドールのメリハリマスターパレット02番使います。4色がねもう全部使える色ってなかなかなくていいですよね。やっぱりノーズシャドウって大事だなってここ数ヶ月間すごい思ってて、前は結構めんどくさくて適当にやってた時もあったんですけど、やっぱ大事だよね。で土台でアディクションの土台でもうすでにこう明るく見せたい部分にハイライトっぽい感じでコントロールカラーを仕込んでるので、シェーディング入れただけでもかなりいい感じの影になっていきます。顔の周りですね。周りはここを中心に、やっぱ明るいカラーの方が基本好きなので、やっぱ土台丁寧に仕込むとその時点でもう漏れてるからメイクが楽しいですね。じゃーん、フェンティビューティーでマレーシアでお買い物したんですよ。このカラーのリップめっちゃ使ってるんですけども、すでに結構ほらブラウンリップを買いました。これを結構気に入って、ここ1ヶ月ぐらい、1ヶ月も経ってないか、マレーシアで買ってから結構使ってるので、これを今日は先に塗って、これに合わせてアイメイクしていきます。なんかこのフェンティビューティーのリップ使ってるところ見たいですってコメントねくれていた方がいたので、ありがとうございます。はい、ネットとかでもね買えるので、今の時代ちょっと店頭で実際使うみたいなのは日本だとフェンティビューティーやりづらいと思うんですけど、こんな感じのなんかもっと濃く塗ればもっとどす黒い色にもなるし、ポンポンって塗れば赤リップっぽくも仕上がるし、ホットチョコレートっていう色です。はい、チークだとお気に入りこちら、じゃん、テラコッタブラッシュのチークカラーの000番かな。これは間違いなく可愛いんです。これを結構全体にうわーってチークを広めに入れるの可愛いんですよね。ほいほいほい。意外と馴染むんです。で、そしてこちらのパウダーキスリップスティックのターントゥーザレフト、こちらのカラーをちょん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 トントントンと、はい、こんな感じ。パウダーキスはチークにもね使うの推奨されているので全然大丈夫です。アイシャドウはナーズの限定のやつが、はい、もういろんなね動画で紹介したやつがお気に入りなんですが、もうそれしかほぼ紹介しないんじゃないかっていうぐらい、今月っていうか先月縦動画でも、旅行中の動画でもでレビュー動画でももうひたすらそればっかり最近の動画で出てるので、違うのを紹介しようということで、セルウォークから発売されたエクスプリシブアイズ
EX01 番、こっちを使ってきます。これもねすごい気に入って愛用しまくっています今も。でただなんかまた新しいね最近発売されたこの9色のパレットまた出てるみたいなので、でもねそれちょっとキラキラ系というか、そっちはねカラーがキラキラ系柔らか系なのでどうかな、私好きかなって悩んでいてまだ買ってないです。ということでまずここのカラー使っていきます。結構ねこっちのパレットはカラーがはっきりしててめちゃくちゃ好みです。ちゃんとさ色がつくってさ当たり前なことに見えて意外とそうじゃないんですよ。柔らかいのも可愛いし引き算メイクとかも流行ってるのも十分承知なんですけど、しっかりついてほしい。ほらこの色1個だけでなんか結構深みが出て奥行きがある目元になるのですっごい好きです、はい、続きましてですね、ここのブラウンカラーとここ真ん中のカラーを混ぜていい感じの目にしていきます結構これも深みが出るのでこれも上に広げてしたら目の際にここのカラーとここのカラー混ぜて、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。よし OK。 これで次マスカラ。なんか久しぶりにここまでバチバチに全部濃くしたわチークも濃いしアイメイクも濃いし、でもいいよね。結構引き算した方がいい顔もねもちろんあると思うんですよね。儚げな女優さん顔というか森大成なしさんって言われるようなお顔の方はこう今回のメイクどれも全部真似してくれるともしかしたら派手かも。ただ目元だけ参考にしてリップは変えようとか、リップだけ参考にしてアイメイク変えようとか、あとはこう発色の違うもうちょっと柔らかく発色する感じで寄せてメイクしてみようとか、ちょっとこうポイントで参考にしてくれるといいかもしれないです。でこれでもいいんだけど、はいこんな感じでほんと綺麗にまつげが上がります。私は最近ハイライトに命をかけてるので最後こちらですね、オフラ使ってきます。これも結構この 1,2 ヶ月で出会ってすっごい使っているアイテムです。もうツヤツヤになるのでもう結構毎日これ使ってますね。これじゃないとダメ。ピンポイントにこんな感じで、多分これさ男性からしたらさ何それって感じだと思うんですけど、まあいいんですよ、私が好きだから。よりピンポイントにツヤを出したいところにこうやって入れてあげると喧嘩せずに唇の上にものせてで、意外とこのローラメルシエのキャビアリップスティックの143番、私この143番すごい好きなんですけど、これをブラシに取ってどう？わかる？このちょっと違うだけで一気におしゃれになる感じ。この143番って本当に他にない色で、もうなんか肌色みたいなすごいヌーディーな色で、これを濃いリップの外側になじませながらこうやってぼかしてあげると本当にこの内側にのせた濃い色が生きる、綺麗になる。で最後改めてもう一回この子を、このリップはもうすごい、これもずっとお気に入り。これも本当に発売してから何回も出してるんですけど、やっぱ発売した時にレビューするものはもちろんそうなんですけど、その後もずっと定番のアイテムで使い続けてるって相当気に入ってる証なので、このキャビアスティックやばいです。お気に入りです。
アイライナーとかはなしにして、じゃあちょっとまた髪の毛ちゃんと整えて戻ってきたいと思います。じゃあね、完成です。はい、戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。いかがでしょうか？ちょっと今日は久しぶりにアイメイクもリップもチークもマシマシでお送りしてみました。はい、ということで、もういつからのお気に入りですかっていう感じなんですけど、ここ3ヶ月ぐらいお気に入り紹介をサボってしまっていたので、その分結構この 2,3 ヶ月で気に入っていて、もう毎日メイクに取り入れていたりとかしたアイテムを中心にメイクアップしてみました。もちろんリップとかアイシャドウとかチークとかカラーものは特に毎日同じものを使っているわけではなくて、本当にその日のお洋服だったりとか、その日に使いたいものに合わせて選んでいくことは多いんですけど、だいたいこの辺気に入ってたよねっていうのを中心にその中からピックアップして選んでみました。アイシャドウだったらナーズのパレットとこのセルボークが特に出番が多かったかなと思いますし、チークもこのテラコッタチークが結構自分の中で気に入ってたりとか、そんな感じでお気に入りのアイテムがいっぱいあったんですが、今回紹介したアイテム以外でももちろんあるんですけどね、キリがないのでこの辺で勘弁してあげましょうっていう感じで今日は、私のお気に入りの、アイテム、ここ3ヶ月程度ぐらいのですね。はい。でも4月っていうことにしておこうかな。4月のお気に入りアイテムを紹介してみました。結構ね、いい感じのメイクに仕上がったんじゃないかなと思うので、参考にしていただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。また、インスタグラム、ツイッター、TikTok、レッドなどもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。